気になる女性を二人きりの食事に誘って OK してもらえた時、嬉しい反面、本当に脈があるのか、それとも単なる社交辞令での食事なのか、はっきりわからなくて不安になりませんか？実は女性が食事を OK する理由は男性が思っているより複雑なんです。恋愛感情があるから、先輩として慕っているから、お店に興味があるから、断る理由がないから、この違いを見抜けないと見当違いのアプローチを続けることになってしまいます。でも大丈夫です。今日お話しする女性の行動パターンを知ることで、食事の場で彼女の本音を正確に読み取れるようになります。その後の無駄なアプローチや脈なし相手への追加投資を避けることができ、本当にチャンスがある相手にだけ集中できるようになりますよ。食事を OK してもらえたことの意味。まず大前提として、食事を OK してもらえたということは、あなたのことを嫌っているわけではありません。本当に嫌いな相手や生理的に受け付けない人からの誘いは、なんだかんだ理由をつけて断るのが女性の本音です。その日は用事があって、忙しくて時間が取れなくて、など、女性は断る時の理由作りがとても上手なんです。つまり、あなたへの印象は少なくとも平均以上のレベルにあるということ。そこは安心してくださいね。嫌われていたら、そもそも二人きりの食事なんて成立しません。でも、ここからが重要なんです。嫌いじゃないと好きの間には、実はとても大きな隔たりがあるんです。女性の心理は複雑で、OK した理由によって、その後の展開が大きく変わってくるんです。同じ、はい、いいですよという返事でも、その奥にある気持ちは全く違うかもしれません。だからこそ、食事中の彼女の行動をしっかり観察することが大切なんです。脈なしサインの見分け方。では、具体的にどんな行動を観察すればいいのでしょうか。まずは、脈がない場合に女性が見せる典型的な行動パターンからお話しします。これらのサインが見られたら、残念ながら今回は恋愛モードではないと判断した方がいいでしょう。その1、会話の内容が仕事中心。もし食事中の話題が仕事のことばかりだった場合、彼女はあなたとの食事を仕事の延長として捉えている可能性が高いです。今日の会議どうでした？来月のプロジェクト、大変そうですね。こんな感じで、職場の話ばかりが続くようなら要注意です。特に年下の女性の場合、年上のあなたに仕事の相談をしたり、職場での悩みを聞いてもらいたいという気持ちが強いものです。彼女の中では、頼りになる先輩に相談を聞いてもらう時間という位置づけで、恋愛とは全く別次元の話なんです。普段は忙しくて話せない職場の人間関係の悩みや、仕事での不安、将来のキャリアについての相談など、年上の経験者だからこそ聞いてもらいたい話がたくさんあるんですね。先輩だから安心して相談できる、経験豊富だからアドバイスがもらえるという感覚で、完全に仕事モードです。あなたがプライベートな話題を振っても、すぐに仕事の話に戻してしまうような場合は、間違いなく仕事関係での食事として認識されています。彼女にとっては、あなたは恋愛対象ではなく、仕事上の頼れる存在という位置づけなんです。この場合、まだ頼れる先輩という枠を出ていない状態なので、少しずつ関係性を変えていく必要があります。ただし、年齢差がある分、あまり急に距離を縮めようとすると警戒されてしまう可能性があります。まずは仕事以外の軽い話題を少しずつ混ぜて、彼女の反応を見ながら慎重に進めていくことが大切です。繰り返しになりますが、もし仕事の話にばかり戻りたがるようなら、今回は完全に仕事関係での食事だったと割り切った方がいいでしょう。でも諦める必要はありません。まずは仕事での信頼関係をしっかり築いて、彼女にとって安心できる存在になることから始めましょう。その上で、次回はもう少しリラックスした環境で、お互いの人となりを知り合える時間を作ってみるのがおすすめです。その2、あなたの話を聞いていない。あなたが話をしている時に、上の空だったり、と適当に相槌を打っているだけの場合は要注意です。本当に興味がある相手の話なら、もっと積極的に反応するはずなんですよ。興味がある話を聞いている時の女性って、目がキラキラしていたり、身を乗り出して聞いてくれたり、具体的な質問を返してくれるものなんです。でも関心がない場合は、視線が泳いでいたり、
時計を見たり料理をいじったりしながら機械的に返事を繰り返すだけになっちゃうんですね。これって年下の女性によく見られる行動で、年上の男性に対して失礼にならないよう、一応話は聞いているけれど心はここにないっていう状態なんです。質問を投げかけても表面的な答えしか返ってこなかったり、話題をすぐに変えようとする場合は、残念ながらあなたへの関心が薄いと考えた方がいいでしょう。年下の女性って年上の男性に対してある程度の敬意を払わなければならないって感じているから、露骨に無視するようなことはしないんです。でも興味がない話題についてはできるだけ短く答えて早く終わらせたいっていう心理が働くんですね。本来なら会話を続けようとする気持ちが働くはずなんですが、あなたとの時間を早く切り上げたいって思っている場合は、最低限の礼儀は保ちながらも明らかに消極的な態度をとります。これって年齢差がある関係性だからこそ起こりやすい現象で、若い女性にとっては失礼にならない程度に距離を保つっていう難しいバランスを取ろうとしているんです。このような状況では無理に会話を盛り上げようとせず、相手のペースに合わせて自然に時間を過ごすことが大切なんですよ。押し付けがましくなるとさらに警戒されてしまう可能性がありますからね。その3、先輩だから年上だからアピール。先輩だから安心です、年上の方だから相談しやすくてなど、わざわざ年齢差や立場の違いを強調してくる場合は要注意なんです。これって2つのパターンがあるんですよ。一つは本当に年上の頼れる存在としか見ていないパターン。もう一つは恋愛感情を隠すための照れ隠しで言っているパターンです。年下の女性にとって年上男性との食事ってどうしてもお父さんみたいな安心感という印象を持たれやすいんですね。だからこそこの言葉の真意を見極めるのは本当に難しいんです。年下女性が年上男性に対して感じる心理って複雑で、頼りになるから安心という気持ちと男性として意識しているという気持ちが混在することがよくあります。特に職場関係の場合、立場上の配慮もあって本音を隠そうとする傾向が強いんです。変に誤解されたくない、仕事に影響したくないという気持ちからあえて距離を置いた発言をすることもあるんですよ。この見極めは非常に難しいので、共通の知人を通じて彼女の反応を探ってみるのも一つの方法です。ただし年齢差がある関係では第三者を通じた情報収集も慎重に行う必要があります。下手をするとあの人勘違いしてるんじゃない?なんて噂が立ってしまう可能性もありますからね。ところであなたは今まで年下女性からの先輩だから年上だからという言葉をどう受け取っていましたか?もしよろしければコメントで教えてくださいね。もしかすると見逃していたサインがあるかもしれませんよ。その4、スマホをいじる時間が長い。食事中にスマホを頻繁にチェックしたり SNS を見ている時間が長い場合は明らかに退屈しているサインです。あなたとの時間よりもスマホの中の世界の方が魅力的だと感じているということなんですね。年下の女性にとって年上の男性との食事って緊張する場面でもあるんです。でもその緊張が楽しい緊張ではなく、早く終わらないかなという種類の緊張だった場合、スマホに逃げ込むことが多いんですよ。 LINE の既読をつけたり Instagram をスクロールしたり、とにかく何かしらの理由をつけてスマホを見ようとします。特に通知が来ていないのにスマホを触っている場合は間を持たせるための行動である可能性が高いです。会話が途切れた時の気まずさを避けたいという心理が働いているんですね。年上の男性に対して失礼にならないよう露骨に退屈そうにするわけにはいかないから、スマホを見ることで時間を稼ごうとしているんです。また年下女性によくある行動として友達からの LINE を理由にスマホを見ることもあります。友達から返事が来ててちょっと確認させてくださいといった感じでもっともらしい理由をつけて、実際は気まずい時間から逃れようとしているケースも多いんですよ。本当にあなたとの時間を楽しんでいる場合はスマホの存在を忘れるくらい集中して話を聞いてくれるものです。逆に頻繁にスマホに目が行くということは心がここにないということなんです。この行動が続くようなら今回の食事は社交辞令だったと考えた方がいいでしょうね。その後、他の男性の話をよくする。
食事中に職場の男性や友達の男性の話が頻繁に出てくる場合は、あなたを恋愛対象として見ていない可能性が高いです。他の男性を褒めるような発言が多い場合は、あなたに対してそういった感情がないことの表れかもしれません。年下の女性が年上の男性の前で他の男性の話をするというのは、実は結構重要なサインなんです。もし彼女があなたを恋愛対象として意識していたら、他の男性の存在を強調するような話はあまりしないものなんですよ。むしろ、あなたとの時間に集中して、あなたのことをもっと知ろうとするはずです。でも、他の男性の話を積極的にするということは、あなたを安全な相談相手として見ている証拠なんですね。年下女性の心理として、年上の男性には恋愛相談をしやすいという傾向があります。お父さんみたいに客観的なアドバイスをくれそうという感覚で話してくることが多いんです。つまり、完全に恋愛対象外として扱われているということなんですよ。また、他の男性の話をすることで、無意識に自分には他に気になる人がいるというメッセージを送っている場合もあります。これは年上男性からのアプローチを事前に防ぐための女性なりの配慮かもしれません。特に職場関係の場合、はっきり断るよりも、こうやって間接的に意思表示をする方が角が立たないと考えているんです。年下女性にとって年上男性は、恋愛対象というよりも人生の先輩として見る傾向が強いんですね。だからこそ、恋愛の悩みや人間関係の相談を持ちかけやすいという心理が働きます。彼女があなたに他の男性の話をするのは、ある意味では信頼の証でもあるんですが、恋愛的な意味での信頼ではないということなんです。こうした話が続く場合は、残念ながら今回は恋愛に発展する可能性は低いと考えた方がいいでしょう。ただし、相談相手として信頼されているということでもあるので、焦らずに関係を築いていけば、将来的に見方が変わる可能性もあります。脈ありサインの見分け方。ここまで脈なしのサインをお話ししてきましたが、がっかりする必要はありません。実は女性の心理には、もっと希望の持てる側面もあるんです。さて、ここからは期待が持てる脈ありサインについてお話しします。これから紹介する5つのサインは、年下女性が年上男性に対して好意を抱いている時に見せる典型的な行動パターンなんですよ。実はこれらのサインが一つでもあれば、大いに期待していいんです。年下の女性って、年上の男性に対しては慎重になりがちなんですが、それでも好意がある時は必ずサインを出してくれるものなんです。ただし、そのサインは同世代の男性に対するものとは少し違っていて、より控えめで上品な表現になることが多いんですね。脈なしの場合とは正反対の行動をとるので、違いは意外とはっきりしているんです。大切なのは、その違いを見極める目を養うことなんですよ。それでは、具体的にどんな行動が脈ありのサインなのか、一つずつ詳しく見ていきましょう。その1、プライベートな質問が多い。あなた個人に関する質問をたくさんしてくる場合は、明らかに脈ありです。仕事以外のあなたの人となりを知ろうとする姿勢が見られたら、これは間違いなく好意のサインなんですよ。女性があなたのことを知りたがっているということは、興味を持っている証拠です。特に年下の女性が年上の男性にプライベートな質問をするって、実はかなり勇気のいることなんです。立場的に遠慮してしまいがちなのに、それでもあなたのことを知りたいという気持ちが勝っているということなんですね。年下女性の特徴として、年上男性に対しては最初は仕事の話や当たり障りのない話から始めることが多いんです。でも、好意がある場合は徐々にプライベートゾーンに踏み込んでくるんですよ。趣味の話、家族の話、学生時代の話、将来の夢など、あなたの内面を知ろうとする質問が増えてきます。また、質問の仕方にも特徴があるんです。単発の質問ではなく、あなたの答えに対してさらに深掘りするような質問をしてくる場合は、本当に興味を持って聞いている証拠なんですね。例えば、趣味について聞かれて答えた後に、いつから始めたのか、なんで始めたのか、どんなところが面白いのかなど、どんどん話を広げていこうとする姿勢が見られます。こういう時は、相手のプライベートについても同じように質問し返すことで、お互いの距離がぐっと縮まりますよ。ただし、年上として配慮も必要です。あまり根掘り葉掘り聞きすぎると警戒されてしまうので、
彼女が話したがっている範囲で自然に会話を進めていくことが大切ですね。その2、あなたの意見に共感や同調が多い。あなたの意見や考え方に対して積極的に共感を示してくる場合は、明らかに脈ありのサインです。女性は興味のない相手の意見には、そこまで熱心に反応しません。あなたの価値観を理解しようとする姿勢が見られたら、かなり期待していいでしょう。年下の女性が年上の男性に対して積極的に共感を示すって、実はとても意味のある行動なんです。年齢差がある関係では、価値観の違いを感じることも多いはずなんですが、それでもあなたの考えに共感しようとするということは、あなたという人間に強い興味と好意を持っている証拠なんですね。単なる社交辞令ではなく、本当にあなたの話に耳を傾けて理解しようとする気持ちが伝わってきます。また、共感の仕方にも特徴があります。ただ適当に相槌を打つのではなく、自分なりの体験や感想を交えて話してくる場合は、あなたとの会話を深めたいという気持ちの表れなんです。年下女性にとって年上男性は人生の先輩でもあるので、その先輩の考えに共感できることを嬉しく感じているんですよ。特に注目したいのは、意見が分かれそうな話題でも、あなたの立場を理解しようとする姿勢を見せる場合です。普通なら、そういう考えもありますね。程度で流すところを、なんでそう思うのか、どんな経験からそう感じるようになったのかなど、深く掘り下げて聞いてくる場合は確実に脈ありです。年下女性は年上男性に対して、基本的には控えめな態度をとることが多いんです。でも、好意がある場合は積極的にあなたの価値観に寄り添おうとします。これって、あなたともっと深いつながりを持ちたいという気持ちの表れなんですね。その3、食事中に笑顔や笑い声が自然に出る。あなたの話に対して心から楽しそうに笑ったり、自然な笑顔が多く見られる場合は、確実に脈ありです。作り笑いではなく、本当に楽しんでいる表情は隠せないもの。特に、あなたの何気ない話にも笑ってくれる場合は、あなた自身に好意を持っている証拠です。年下女性が年上男性と一緒にいる時の笑顔って、実はとても貴重なサインなんですよ。年齢差がある関係では、どうしても緊張や遠慮が生まれがちなんです。でも、本当にあなたのことを好きになっている女性は、その緊張を忘れるくらい自然な表情を見せてくれるんですね。特に、あなたのちょっとした冗談やエピソードに対して、心の底から楽しそうに笑ってくれる場合は、間違いなく好意のサインです。また、笑顔の質も重要なポイントなんです。礼儀正しい作り笑顔ではなく、目尻が下がって、頬が上がって、本当に嬉しそうな表情を見せてくれる場合は、あなたといる時間を心から楽しんでいる証拠。年下女性にとって、年上男性の前でそこまでリラックスできるということは、相当な信頼と好意がなければできないことなんです。さらに、笑うタイミングも見逃せません。あなたが話している最中に、内容に合わせて自然に表情が変わったり、面白い部分で素直に笑ったりする場合は、本当に集中して聞いている証拠なんですよ。興味のない相手の話だったら、こんなに豊かな表情は見せてくれません。年下女性の多くは、年上男性に対してはある程度の敬語や丁寧な態度を保とうとします。でも、好意がある場合は、その硬さが徐々にほぐれて、自然な笑顔や笑い声が出てくるんです。この変化を感じ取れたら、確実に距離が縮まっている証拠ですね。その4、食事の時間帯に注目。ここで重要なのが、何時の食事を OK されたかということ。実は、これが一番わかりやすい脈ありサインかもしれません。ランチやお茶の場合、女性は気軽な感覚で参加することが多いです。でも、ディナーの場合は別。女性にとってディナーは特別な意味を持つんです。お酒が入る可能性もあるし、夜の時間を一緒に過ごすということに対して、女性はより慎重になります。つまり、ディナーを OK してくれたということは、あなたに対して特別な感情がある可能性が高いということなんです。特に年下女性が年上男性とのディナーを受け入れるって、相当な覚悟と好意がないとできないことなんですよ。ディナーは恋愛の領域に入ってくると考える女性も少なくありません。ランチは同僚や友人との食事という感覚でも、夜の食事となると話は別なんですね。特に、忙しい平日の夜でも時間を作ってくれたり、
プライベートな時間である週末の夜を空けてくれた場合は、あなたへの優先度が高い証拠です。年下女性にとって年上男性との夜の時間っていろんな意味でハードルが高いんです。周りの目も気になるし、どう思われるかも心配だし、何より年上男性との距離感をどう保てばいいのかわからない不安もあります。それでもディナーを OK するということは、そうした不安よりもあなたと一緒にいたいという気持ちが勝っているということなんですよ。また、時間帯だけでなく、場所の選択にも注目してみてください。彼女の方から夜景が綺麗なお店やお酒が美味しいところを提案してきた場合は、完全にデートモードです。年下女性が年上男性に対してそこまで積極的になるのは、相当な好意がある証拠なんですね。逆に明るい時間帯やカフェのような場所を希望してくる場合は、まだ友人関係の延長として考えている可能性が高いです。この違いを見極めることで、彼女の本音がかなり正確に読み取れるようになりますよ。その後、帰り際に名残惜しそうにする。食事が終わって帰る時に、もうこんな時間なんですね。時間が経つのが早かった、など、別れを惜しむような発言や態度が見られた場合は、間違いなく脈ありです。楽しくない時間は長く感じるものですが、楽しい時間はあっという間。彼女があなたとの時間を本当に楽しんでいた証拠です。特に年下女性が年上男性に対してこうした素直な感想を口にするって、かなり心を開いている状態なんですよ。年齢差がある関係では、普通なら、お疲れ様でした。ありがとうございました。といった丁寧な挨拶で終わることが多いんです。でも、本当に楽しい時間を過ごした場合は、そうした形式的な言葉を超えて、自然な感情が出てくるんですね。また、帰り際の行動にも注目してみてください。すぐに立ち上がって帰る準備をするのではなく、座ったまま話を続けようとしたり、そういえばと新しい話題を振ってきたりする場合は、明らかに時間を延ばそうとしているサインです。年下女性にとって、年上男性との時間をもっと続けたいと思うのは、相当な好意がないとできないことなんです。さらに、別れ際の表情や仕草も重要なポイントです。名残惜しそうな表情をしたり、何度も振り返ったり、歩くペースがゆっくりになったりする場合は、本当に別れたくないという気持ちの表れなんですよ。年下女性の多くは、年上男性に対しては節度を保とうとするものです。でも、好意がある場合は、そうした理性よりも感情が勝ってしまうことがあるんです。帰り際にそうした自然な感情が見られたら、確実に脈ありと判断していいでしょうね。見極めのポイント。ここまでのお話で、脈ありと脈なしのサインをお伝えしましたが、実際の食事の場では、これらのサインが混在することもあります。そんな時は、いくつかのポイントで総合的に判断してみてください。まず重要なのが、サインの一貫性です。例えば、プライベートな質問をたくさんしてくれるけれど、スマホをよく触っているという場合、どちらを重視すべきでしょうか。この場合は、質問の内容そのものを見極めることが大切です。深く掘り下げるような質問なのか、それとも義務的な質問なのか、スマホを頻繁に触りながらでも本当に興味深い質問をしてくる場合もあれば、単なる間を埋めるための質問の場合もあります。次に注目したいのが変化です。食事の始まりと終わりで、彼女の態度に変化があったかどうか。最初は緊張気味だったのに、時間が経つにつれてリラックスしてきた場合は、あなたに心を開いている証拠です。また、年下女性特有の遠慮深さも考慮する必要があります。同世代なら分かりやすく表現することも、年上相手だと控えめになりがちです。だからこそ、小さなサインも見逃さないことが重要なんです。ところで、皆さんは今まで、こうしたサインに気づいていましたか？もしかすると、過去に脈ありのサインを見逃していた経験があるかもしれませんね。今後の対応策。では、脈ありサインが確認できた場合、どのように行動すればいいのでしょうか。まず大切なのは、焦らないってことなんです。食事を OK してもらえたからといって、いきなりアプローチを強めるのは逆効果なんですよ。女性って段階を踏んで関係を深めていくことを好むので、まずは信頼関係を築くことから始めるのがいいですね。次回の約束についても、自然な流れで行うことが重要です。脈ありサインが確認できたら、次回の約束を取り付けたいところですが、これも慎重に進める必要があるんです。
相手の希望を聞く形で誘うとプレッシャーを与えずに済みますよ。また、食事後の継続的なコミュニケーションも大切なポイントなんです。適度な頻度で連絡を取り合うことで関係を継続させていきましょう。毎日連絡する必要はありませんが、3日に1度は何らかの形でコミュニケーションを取ることをお勧めします。そして、脈なしサインが出ていたから諦めようと思っている方も、ちょっと待ってください。実は、脈なしから脈ありに変わることは十分に可能なんです。女性の気持ちって変わりやすいもので、最初は何とも思っていなかった相手でも、接していくうちに、この人、いいかも、と思うようになることは珍しくないんですよ。大切なのは、相手のペースに合わせることと、誠実に接することです。無理にアプローチせず、自然な関係を続けていくことで、いつの間にか恋愛対象として見てもらえるようになることもあるんです。まとめ。今日は女性が2人きりの食事を OK した時の心理について、詳しくお話ししました。脈なしのサインは、仕事の話が中心。あなたの話を聞いていない。先輩だからアピール。スマホをいじる時間が長い。他の男性の話をよくする。という5つ。脈ありのサインは、プライベートな質問。あなたの意見への共感。食事中の自然な笑顔。ディナーの OK。帰り際の名残惜しさ。という5つでした。でも結局のところ、テクニックよりも大切なのは、彼女と一緒にいる時間を純粋に楽しむことかもしれませんね。サインを読み取ることに必死になりすぎて、肝心の会話がおろそかになってしまったら本末転倒です。今日お話しした内容を参考にしながらも、自然体でいることを忘れないでくださいね。年下女性にとって魅力的な年上男性というのは、余裕があって、一緒にいて安心できる人なんです。最後に一つだけ、これらのサインを知ったからといって、相手を値踏みするような目で見るのではなく、お互いにとって楽しい時間になるよう心がけてくださいね。恋愛は駆け引きではなく、人と人とのつながりです。今日の内容があなたにとって素敵な出会いのきっかけになれば嬉しいです。この動画が役に立ったと思ったら、ぜひ高評価ボタンを押してください。そして、恋愛で困っていることがあったら、コメント欄で教えてくださいね。あなたの恋が実るよう、これからも応援させていただきます。それでは、また次の動画でお会いしましょう。